皆さんこんにちは。6月27日金曜日午後5時を回りました。のんびり書きタイム、梢内こうです。金曜日の夕方いかがお過ごしでしょうか。今回は自分の考えやアイデアなどを深めたりまとめたりするワーク用リフィルについてお話ししたいと思いますので、お付き合いいただけると嬉しいです。はじめにどのようなリフィルかを紹介し、その後先日 YouTube ライブで行ったピュアライフダイアリーノート作りのワークについてお話ししたいと思います。まずワークリフィルとは何というところですが、自分が解決したい課題、その他お題を設定して、それについて思いついたこととか考えたこと、アイデアなどをまとめていくために書く用紙のことです。手帳好きさんですと、一人手帳会議をするような感じで書いていくイメージかなと思います。その時のテーマによって文字で書きたいこともあれば、クラフトなど何か作るときは図を書きたいこともあります。そこでいろいろなワークリフィルを作ることにしました。またワークの内容を配信で紹介することも想定しているので、用紙は A4 サイズの横置きで作っています。以前 YouTube で紹介した方眼リフィルのサイズを最大 A4 サイズに設定していたので、それを元に作っています。またテーマと日付を書きたかったので、紙の上端から3センチぐらいのところに1本横線を引き、さらに右上に日付などを書くスペースを5センチぐらい取りました。今回は全面方眼とドットの用紙を使いましたが、それ以外にも左右に2分割して方眼と横罫線を組み合わせたもの、左、真ん中、右の3分割にして横罫線を引いたもの、同じ3分割でも真ん中を方眼にして左右を横罫線にしたものなど、いろいろ作って遊んでいます。印刷は今のところ片面で使っています。色移りとか気にならないペンで書けば両面もありかなと思いますが、後で紹介するのですが、何か貼る場合は片面の方がいいと思いました。罫線、色などいろいろなリフィルを印刷しておいて、ワークに合わせて使っていきたいと思います。では次に実際に行ったピュアライフダイアリーノートを作ったワークについてお話ししていきます。ピュアライフダイアリーノート用にノルティの B6 サイズの方眼ノートブラックを購入したのですが、やっぱり黒じゃない方がいいと思い、ワークのテーマはノルティ 3.5mm 方眼 B6 ノートブラックをピュアライフダイアリーノートにしたいとしました。ワークリフィルは2枚使いました。1枚目は黒の表紙をくるむのにどうしたらよいかを考えました。まず表紙に見立てた縦4センチ横10センチぐらいの黒い折り紙を貼って、その上半分に白いシール用紙を貼りました。さらに縦6センチ横 1.5 センチぐらいの4種類のデザインペーパーを重ねて貼り、折り紙の黒の影響、白いシール用紙を入れた時どれぐらい変わるのかを試し、思ったことなどを書いていきました。ワークをする前は表紙をシール用紙で一旦くるんでからデザインペーパーを貼る予定でしたが、ワークをしてみたら白い用紙を貼らなくても黒色がそれほど気にならない程度でした。ということで次にシール用紙にパソコンで作成したグラデーションを印刷して黒に重ねたらどうなるかを試しました。9つのグラデーションをシール用紙に印刷し、先ほどと同じように表紙に見立てた黒色の折り紙に重ねて比較しました。この比較では淡すぎると黒が目立つので、思っていたより少し濃いめのグラデーションがちょうど良さそうと分かりました。ここまでが1枚目です。2枚目は実際にノートをどのように作っていくかを検討しました。ピュアライフダイアリーという文字を英文字で入れたかったので、書体や文字のサイズなどを変えて別用紙に印刷してみました。その結果、いいなと思ったものをワークリフィルに書いています。次にノートをどうくるむかです。表はシール用紙と決めたのですが、
表紙裏や遊び紙をどうするか、デザインペーパーをどのように切って貼るかなど、ここは実際のペーパーを貼るのではなく図を描いています。そしてワークの最後に材料と手順をまとめました。このワークをもとに YouTube ライブで作ってみましたので、ご視聴いただけると嬉しいです。ライブの中でも糊を乾かす時間を使って今回のワークを簡単に紹介しています。ワークリフィルを書いたことでいろいろな気づきがあったり、新たなアイデアが湧いたりしました。またワークをしてから作ったことで段取りが分かっているので、いきなり作るより作りやすかったと思います。書いたワークは今のところバインダーに閉じているので、他のワークなどにも役立つといいなと思っています。また今は A4 サイズですが、A5 サイズとか小さめのワークリフィルも作るといいかなと思っています。考えていることを実際に書いてみることで具体的になり、さらにまとまっていくので、一人ワークは自分に合っているかなと思いました。第41回目の今回はワーク用リフィルについてお話ししました。今回の配信はいかがでしたか？よかったという方はいいねをしていただけると嬉しいです。このチャンネルはスタンド FM と YouTube でお届けしています。手帳やノート書き、気になっていることや素敵だなと思っていることをこれからも紹介していく予定ですので、フォローやチャンネル登録をよろしくお願いします。コメントもお待ちしております。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。のんびり書きタイム、お相手は梢内こうでした。